こんにちは、おりんです。今日はバッグを編んでいきたいと思います。朝 100%、30g 入りの約 32m 入っています。使用針の目安が 4.5mm から 5.5mm ですね。で、色番は JYS2 ナチュラルっていうことで、もう一つ濃いものともう一つ薄いものと3色あったんですけども、中間の色を購入してきました。7.5 号の 4.5mm で編んでいこうと思います。はい、それでは編んでいきます。普通に作り目を作っていきますね。はい、キュッとしまして、10目鎖編みをします。3、4、5、6、7、8、9、10。太かったり細かったりする糸になっています。それもいろいろ味かなと解釈しております。はい。では鎖1で、今鎖編みをした目を飛ばして次の2個目の、裏山2個目の裏山に細編みしていきます。はい。そこだけちょっと特殊な編み方、そこだけじゃないな。そこと持ち手同じ編み方になります。はい。よいしょ。こんな感じで普通に10目細編みします。はい。細編みできました。ではここに鎖1しまして、これをいつもならこうひっくり返すんですけども、そのままの状態でですね、ここが最後の目の頭の半目になるんですけど、半目と、作り目の半目、これを取ってですね、おっとこの方も入ってきましたね。はい、こう取って細編み。はい、この半目と作り目の半目取って細編み。はい、これを10回ですね。この半目1段目編めました。編めたので鎖1でまた立ち上がって、この半目と奥の半目、これをどんどん拾っていきます。もうこの繰り返しはい、10目拾いますね。ここの幅もお好みで、この幅はお好みで変えてください。はい、私は10目にしてちっちゃいサイズになっています。娘が使う設定でタブレットが入るサイズ、8インチのタブレットが入るサイズを目指して編んでいます。最後分かりにくいんですけど、この辺です。はい、でまた鎖1でひっくり返さないで、このままこの対岸の半目を拾っていく、こういう感じになっていますこういう感じっていうのもちょっとなんか変ですけど、これをずっと好みの横幅ですねまで編んでいく感じになります。ではこのままずっと編んでいきたいと思います。こんな感じで20センチぐらい編んできました。ではここからですね、この四角く目を取っていきたいと思います。で、取る目数なんですけども、ここからですね、23目拾いまして、ここはまあ10目なので10目拾って、ここも10目拾って23目拾って46目かな
拾っていこうと思います。はい、ではこれが最後に編んだ目なんですけども、ここがこういう風に曲がって、こっちはこう一体化してる感じがするので、こっちもね同じようにこっちにこうへこんでいて、こういう風に編みたいので、立ち上がり鎖1編んでからこうターンしたいと思います。はい、で根元ここ今頭通して2本通してるんですけども、こっちのこの目、これも取って3本かかった状態で細編みをしたいと思います。はい、細編み、はい、この編み方を10回ですね。こう頭取って奥取って、はい、で頭取って奥、なんか日当たりいいですね。はい、ちょっと時間早いからかな、東向きなんですね。朝日が当たるんですけどもどうでもいい、どうでもいい話しました。すいません。はい、これですね。これを10回編んでいきます。はい、ではこれが最後の10目になります。分かりにくいですけど、頭取ってでここですね、取ります。はい、なんかよくわからないですけど、あんま意味ないですけど、ここちょっと任しときます。はい、で次はこっちの長い辺を取っていきたいんですけども、23目取ります。はい、この長い方の辺はですね、ここですね、ここ2本あるんですけども、このちょっとへこんだピッてここがあるんですけど、このへこんだ横のに2本あるんですね。このここのここここの横に2本ここあるんで、ここを取っていこうと思います。はいまあどこでもいいんですけど、自分でただ決めてるだけですね。なんか好きなように自由にねもっと取るべきとこあるだろうってなるかもしれない。自由に決めてるだけですね。はい、23回拾っていきます。こうですね、この2本。分かりにくかったらまあ同じようなところをですね23回取るっていう。はい、では取っていきます。はい、23目拾ってきました。それでは次はね、作り目をした方の短い辺ですね。こちらも同じようにですね取っていくんですけども、ここが1目目ですね。1目目ですね。てか、はい、ここ最初の目で同じようにこの奥拾っていきます。ここですね。こここって感じで、頭2本と、奥のこのまっすぐなってるこれ1本取ります。はい、はい、これとこれとこれですね。こことこう、はい、
10目取ってきます。はい、それでは10目拾えました。最後の長い辺ですね。ここはここを取ります。ここにあるね、ここのなんかピッて出てる部分とこの横のこの2本、ここを取ります。これとこれのこの横のここ2本、はい、これをそれぞれ取っていきます。はい、これちょっと巻き込んじゃいます。最初の目はちょっと分かりにくいんで、この辺でいいかもしれない。こうですね。はい。ここですね。ここ。こんな感じで拾っていきます。はい。よいしょ。はい、ではここも23目拾ってきて、ここが最終の目ですね。はい、23目拾っていきたいと思います。それでは一生拾ってきました。ここが最初の目で、これが最後の目になるんで、ちょっと向こうから入れて、はい、でここからですね、この糸をちょっと引っ張りますね。ギーッと引っ張りまして、これを通します。本体を。はい。でですね、ピーッと引っ張ります。はい。はい。では側面の1段目、これで編み上がりました。今ここに糸が出てて、ここが最終の目になります。で、ちょっとこの角から始めるのがちょっと嫌なのでですねこの糸が出ているところじゃなくて、この横、この目に持ってきて、鎖編みます。これ1目目になります。ここが最終だったんですけど、ここが最終に変わりましたんでここにマーカーつけます。ここから、細編みで根元から持ってくる細編み、細編み根元から持ってくる細編みっていう感じで編みます。では今細編みを1目したと考えますのでこの目の下のこの柱の根元、この根元、ここに針を入れまして、ぐーっと上げてきて、同じぐらいの高さになったら糸を通します。で次は細編みです。普通の細編み通して細編み、はい、この次の目の柱の下、ここに通してぐーっと持ってきて、はい、細編み、はい、でまた横に細編み、はい、横の目の柱に細編みで細編みでっていうのをちょっとずっと続けてぐるぐる編んできて、ぐるっと編んできて、こことここ残るまで編んでいきたいと思います。はい、それではあと2目のところまで来ました。最後に編んだ目が柱の下を取る目になっているので、ここは細編み、はい、で最後は柱の下ですね。ちょっと分かりにくいですけど、広げるとここにあるので、ここに入れて普通に細編みします。はい。でちょっと伸ばしまして、ここね、最初の鎖を編んだ横の2目目の頭、こちらに針を奥から通して、
掛けて通していきます。はい、ギュッとギュッとします。でピーッとちょっと戻しまして、戻しますね。で次の段に行きます。はい、今ここキュッとしたんですけども、最後に通っている目分かんなくなりやすいので、ここが最後の目になりますね。はい、でここにね鎖があるんですね。見えにくいですけど、ここに最初通します。はい、でこの糸を持ってきてぐっと上げますね。でさっきの通してきた糸、これに引っ掛けて、よいしょ、あれちょっとキュッとやりすぎました。はい、入れてこれで通します。これ1目目、はい、1目目です。で、次はこの前の段で柱の下を取っている目を普通の細編み、はい、ここ最終通すので、ここにまたマーカー、はい、で、その横の普通の細編みをしているところは、その細編みの柱の下、ここ同じですね、さっきとね。ここに通して細編みで、柱に通してる部分、柱の下を通してる目は頭、普通の細編みで、普通の細編みには、下の部分を取って細編みっていう感じで、ずっと編んでいきたいと思います。それでは最後の目になりました。はい、最後の目は細編みになってます。普通の細編みですね。はい、よいしょ。はい、ではビット伸ばしまして、この最初の目がこちらなんですけども、最初の目これです。で、横の普通の細編みのこの頭、ここに後ろから通します。ギューッとして今ですね、この普通の細編み、これ2目目ですね。でその前の大きい細編み、大きめの細編みの間にこの糸が入っているんですけども、ここが今こう通ってるんですね。こうで、ここが最後の目になるんです。最後の目は一応ちょっと任しときますね。最後の目からこう通してるんですけど、この間にこう通します。で一本持ってきて、でここを通してキュッと、はい、で次の目が普通の細編みになってるので、根元、柱の根元、はい、でここに最終つなげます。はい、で普通に細編み、大きい細編み、大きめの細編みで細編みっていう感じで、またぐるっと編んできたら、で根元、柱の根元に入れる細編みで終わるので、その次の段はですね、大きい細編みで始まります。こんな感じで同じようにずっと好みの高さになるまで編んでいきます。ここのつなげ方が2種類あるんで、それをこう繰り返し交互に編んでいくっていう感じですね。ここの編み方がちょっと分かりにくいので、分からない場合は普通に、鎖1で立ち上がってっていう感じで編んでいっても大丈夫です。ここにちょっと立ち上がりがね見えるので、それがわからないように今こんな感じでちょっと複雑ではありますけども、
こういう風に編んでいます。はい、ではこのままぐる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 編んでですね、バッグの本体をこうどんどん高さを育てていきたいと思います。はい、ではバッグを編んでいきたいと思います。では持ち手なんですけども、持ち手は黒いレース糸で編んでいこうと思います。こちらはダイソーさんで購入してきましたレースヤーンですね。20g 入りの約 80m 入っています。私は3号の 2.2mm で編もうかなっていうふうに思います。黒では見えにくいので、こちらの糸で持ち手の説明をさせていただきます。本体の底の部分と同じ編み方で編みます。はい、ギュッとして、私はね、10目6、7、8、9、10目で作り目作っています。はい、で立ち上がり1で、細編みしていきます。2個目の裏山に細編み、裏山じゃなくてもいいですけどね、裏山取っていきます。10目細編みします。もう同じです。はい、では10目していきます。それでは10目編みましたんで、鎖1でちょっとキュッとします。はい、キュッとしました。でここもうこのまま裏返すとかひっくり返すとかではなく、こことその対岸、こことここですね、こことここに細編み、もうこれだけですね。ここ入れてるんでここです。はい、ってな具合にもう同じです。そこ編んだ時と同じ。はい、こんな感じでどん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 、編んでいくとですね、最終的にはこんな感じで持ち手として販売されてるようなこういうものができます。これを2本作るんですけど、今ちょっとまだこれ途中なんですけども、1玉でこの58センチですね。でこれもう1玉今一生懸命編んでますね。はいこうなるんですけども、黒だとこんな感じですね。持ち手買ってきてねつけてもいいんですけど、このいいところはですね、好きな色で持ち手を作れるっていうところにあります。こういうラメの色だったり、こういうミックスカラーだったり、さっき使ったこういう糸だったり、お好みでもう本当にいろんな色がダイソーさんにはあるので、お好みの持ち手の色を作れるっていうところが利点かなっていうふうに思います。はい、ちょっとコツコツと編まないといけないんですけども、好きな色で作れるっていう感じです。ってな具合にですね編んでいきます。はい、それでは30段編んできました。ここでですね、ここに持ち手を通すスリットっていうか穴っていうかを開けて、持ち手をここ内側に通した状態に使いたいって感じで思ってるんですけども、ここに鎖編みで飛ばす部分を作りたいと思います。はい、でこうまっすぐこう折りたたんで、ちょうど横、ここね、ここになるところ、半分なので33目と33目になってるんですけども、このマーカーから数えてここ33目で、ここマーカーから数えてこのマーカー入ってる横までが33目になってます。で真ん中が17目17目ですね。1717で、そこからこの真ん中から5目ずつ横に行った、ここが5目の部分ですね。12345 5のところにマーカーをそれぞれしてまして、その横1234つ4つ分開けようと思うので、4つ目のところにマーカー、またこっちも同じようにですねしてます。ちょっとジャラジャラついてますけどとりあえずじゃあですね、今ここがスタートの目になるんで、ここまで、ここの手前まで編みたいと思います。はい、それでは編んできましたので、ここ4目分鎖編みで飛ばしたいと思います。1、2、
3、4ですね。はい。で、この4つ目のマーカーの横、ここからまた同じように同じ編み方で、ここは普通の細編みなので、こういう感じで続けていきたいと思います。はい。はい。ここも伸ばします。ちょっと緩めに、気持ち緩めに鎖してます。はい。で、こうですね。はい。こんな具合に反対側も同じように編んでいきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっとこのスペースを作りながら編んできましたんで、次ですね、32段目、ここまで鎖編みのスペースが空いている手前まで、ここまで編んでいきたいと思います。はい、それでは、手前まで編んできました。4つ鎖が並んでいるんで、ここは細編みで取りたいと思います。上2本ね、できれば上2本取りたいんで、上2本取って細編みします。はい、普通に細編みです。はい、4目。フレームアウトしそうです。よいしょ。はい。こんな感じで普通に細編みを鎖の中に通していきます。で、ここまで来たら普通にいつも通りの編み方ですね。ここはこっちですね。はい。てな具合にですね、はい、編んでいきたいと思います。では雰囲気としてはこんな感じで、ここに突き刺さってですねで、ここを止めていくっていう感じにしたいと思ってます。はい。よいしょ。こういう感じで、さっと。はい。ではですね、最終33段で終わりにして、で、縁編みをしたいと思うんですけども、最終はもう同じです。普通に、鎖を取ったところも同じように編んでいこうと思います。では、ここまで編んでいきたいと思います。はい。では、鎖編み4目、1、2、3、4目、ここですね。で、その前の目っていうのが、大きめの細編みをしてますので、1目目は普通の、細編み。次の目は、この柱の下、ここですね。ここを取って、大きめの細編み。で、次は普通の細編み。はい。で、こっちも大きめの細編み。ってな感じですね。普通に。で、ここは大きめの細編みを下の段にしているので細編みっていう感じで、もう同じように取っていく感じです。はい。ではずっとこちらも編んでいきたいと思います。はい。それでは33段目ずっと編めました。はい。ではここね、普通にいつも通りこう立ち上がりしてるんですけども、立ち上がりっていうか1個目の編み方やってるんですけども、ここからですね、縁編みをしていきたいと思います。これも1目目この鎖になってるんで、もうこれはこれで大丈夫です。横の目から、引き抜き編みをします。はい。で、鎖1、引き抜き鎖1、引き抜き鎖1で編んでいきます。引き抜き編みをして鎖1、はい、引き抜き編みをして鎖1、これをもうずっとぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、ここまで。それではですね、最後まで編めましたんで、ピッと抜きます。糸始末ですね。最初の目がここなんで、まあとりあえずここに通しますよね。普通にこ
こから今出てるんで、ここに帰る。ここから出てきてここに通したんで、ここに戻ります。はい、普通にもうこれでいいかなって思います。で後ろにちょっと通して糸始末しちゃいます。はい、はい、よいしょ。こんな感じです。はい、それでは本体完成しました。でこれを通してですねこれをこんな感じでビヤーっと通して、持ち手のね好みの長さで、ここはこうなのでこうまっすぐこんな感じで通して、この長さはお好みですね。ここの長さもお好み。最後までビーッと伸ばしたいのであれば持ち手これぐらいですね。もっと長くね、持ち手を長くしたいっていうのであれば2玉3玉3玉ぐらい買ってきて半分、1玉半ぐらい使えばいいかなと思います。今現状で23センチぐらいの持ち手になってます。ここまでやるとそれぐらいかなっていう風になります。ここがね17センチなんでね、17センチ17センチでここにこう縫い付けていく感じにしたいと思います。それでは持ち手が出来上がりましたので本体につけていきたいと思います。っていうかもうほぼつけたんですけども、もうちょっと短すぎちゃってもうちょっとこの辺からつけた方が綺麗ですね。ちょっと後悔していますので、その辺調整してみてください。結構こう伸びるんで、こう短くても案外伸びますので、はい、ではここを通してビート通してですね、こう向きがこうくるんとなってしまわないようにですね、この向きでこのように通して、はい、でこのバッグの方に縫い付けていくんですけども、フリーハンドで縫い付けると曲がってしまうのでちょっとやってみたんですけどね、待ち針か何かでつけた方がいいですね。私はちょっと待ち針こう針が飛び出てるとなんか不安でたまらないので安全ピンで留めていきます。この辺とこの辺とこの辺、こんな風に曲がらないようにっていう程度の待ち針です。待ち針安全ピン、はい、少し残しておいたっていうか1ロールでグラムが違うんですね。大概少ない方をねまず編み始めて、長さに合わせて多い方を編んで、余った分で縫い合わせてるんですけども、これが余らなかった場合はもう持ち手の色に合わせた手縫いの糸とかでも大丈夫だと思います。100均で売っている透明の糸とかでいいと思います。では編み始めはちょっと編み始めじゃないや、縫い始めは少しこう入れて、なんか刺繍する時みたいにこんな感じでスタートを、はい、しますね。はい、取り付けていきますね。もうね、そんななんか見本になるようなものじゃないかもしれないんですけど、この辺の上の1本だけ適当に今拾っています。はい、でこっちの上通します。
これ今回黒なのでこうまたいでもあんまり響かないというか見えにくいんですけども、もっと綺麗な糸とかこうグラデーションになってるような糸とかそういうものを使われる場合っていうのは後ろのこの1本とかこういう感じで取ってでした方が綺麗だと思います。今回黒なのであんまりその辺気にしてないんですけども、こういう風にまたいで縫ってるんですけど、そういう綺麗な糸とか薄い糸って響く場合はちょっと裏の方をすくった方がいいと思います。でこれね3本ぐらい今作りました。上のものだけですね。後ろは響かないようにこんな感じで見えないようにしています。まあ、内布つけてね使われると思うんですけど、つけなくてもね、まあ、使えるっちゃ使えるんでね。はい、キュッとしてでまた後ろにこう通しまして、はい、で後ろをね適当に拾ってるんですよね。こんな感じで2箇所だったり3箇所だったりを拾ったら、持ち手のところにこう出してきてキュッと締めて、でまた下に出してっていう感じでちょっと丁寧に割と丁寧にこう縫い付けていきます。こんな感じでですね、ずっとこの辺までつけていきたいと思います。それではね、つけてきました。ちょっと曲がりましたこの辺丁寧につけられたらいいかなと思います。では最後ね、この辺取っとこうかな。ちょっと今回も上すぎたんでね、その辺はちょっと上すぎたんでこれだいぶ上じゃないですか、こっちより。やり直さないといけないはい、で、最後ね、まあ貫通させます。中に貫通してでよいしょ、はい、まあこの辺取ってですね、こう見えないようにこんな感じでビーッと入れて、でここでカットって感じですね。ちょっとやり直そうと思うんでこのままカットするのやめときます。はい、1箇所につき60センチぐらいあれば足りるかなと思います。では、このまま完成図お見せして終わりにしたいと思います。出来上がりました。サイズの方は横に表記させていただきます。内布をつけて使いたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。